皆さんこんにちは。卓球用具の奥深い世界からスポーツ科学、そして時には国境や競技の壁を越えたマニアックな真実を徹底的に解き明かす時間、テーブルテニスインサイトの時間がやってまいりました。ナビゲーターのケンジです。こんにちは。アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマはこの動画のコメント欄にいただいた熱いリクエストをきっかけにさらに深くマニアックに調べてみたシリーズですね。しかし今回のタイトル、二度見しちゃいました。卓球のチャンネルなのに、あの世界的なサッカースターの名前が入っていますよ。ふふふ。驚くのも無理はありません。今回はまさに、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実という私たちのサブタイトルに、これ以上ないほどふさわしい、誰も予想しなかった超異端かつ極めて奥深いテーマです。ズバリ、卓球競技システムから招生するクリスティアーノ・ロナウドの身体知性と、ガチすぎるピンポン愛の技術論的分析を徹底的にお届けします。クリスティアーノ・ロナウド、サッカー、フットボールの歴史においてメッシと並んで不正するのスーパースターとして君臨するあの CR7 ですよね。バロンドールを何度も受賞している超人が卓球とどう関係しているんですか？実はクリスティアーノ・ロナウドのあの超人的な身体能力、空中でピタッと止まるようなジャンプ力、すると何より勝利に対する異常なまでの執念は競技科学の観点から深く分析すると、彼が幼少期から青年期にかけて深く親善した卓球という競技の構造に、その強力な短所とルーツを見出すことができるんです。ロナウドのサッカーの才能の根源に卓球が隠されていたっていうことですか？それはサッカーファンも卓球ファンも初耳だと思います。彼自身、2007年に出版した自伝の中で、フットボールの次にピンポン、卓球は私の最も好きなスポーツである。プロの試合を見るのも自分でプレーするのもこよなく愛しているとはっきりと公言しています。今日は単なる守備の領域を完全に逸脱したロナウドの卓球への狂気的な愛情と、卓球が彼の脳と肉体に何をもたらしたのかを脳波 EEG の研究データやスポルティング CP 時代の同僚たちの生々しい証言、すると中国のレジェンドチャン・ケイカとの知られざる交流まで交えて徹底的に解き明かしていきます。サッカーと卓球、全く違うスポーツに見えますが、一体どんな化学反応が起きていたのか、すごくワクワクしてきました。画面の前の皆さんも、スポーツの概念が根本から覆る驚くべき事実の連続になりますので、シートベルトをしっかり締めて、ぜひ最後までお付き合いください。フットボール界の頂点に立つ男が、実は卓球のガチ勢だった。これだけでご飯が3杯食べられそうなテーマですが、各論に入る前に、今回のレポート調査で分かった最大の発見の全体像を教えてもらえますか？はい、エグゼクティブサマリーとして今回の包括的分析レポートから判明した衝撃の事実を先に3つの最重要ポイントにギュッと絞ってお伝えしましょう。ここを聞くだけでも今日の動画を再生していただいた価値が十二分にありますよ。はい、メモの準備はバッチリです。画面の前の皆さんも注目ですよ。お願いします。1つ目、クリスティアーノ・ロナウドは12歳の頃、単なる遊びではなく、ポルトガル国内を完全に支配する名門チームのエリート卓球環境でフルタイムで卓球をプレーしており、当時の卓球部門の監督からサッカーをやめて卓球のプロ選手になれと本気で執拗にスカウトされていたほどの超絶的な卓球の才能を持っていました。プロの卓球指導者がサッカーより卓球を選べと懇願するほどの才能？もし選んでいたら世界卓球でロナウドの姿を見ていたかもしれないんですね。2つ目。卓球という 0.5 秒以下の極限の時間窓で意思決定を行うオープンスキルスポーツが、ロナウドの脳の前頭葉におけるシータ波を活性化させ、フットボールにおける驚異的な予測能力や、急激なストップ&ゴーを可能にするアジリティ、敏捷性の神経回路を物理的に構築していたという、脳科学的なシナジー効果の証明です。卓球が、あの神がかったドリブルやポジショニングの脳内プロセッサーを鍛え上げていた科学的根拠があるんですね。電力。そして3つ目。これが一番面白いところです。マンチェスターユナイテッド時代、チームメイトのリオ・ファーディナンドに卓球で負けて煽られたロナウドが激怒し、即座にいとこに全く同じ卓球台を買わせ、2週間自宅で狂気的な秘密特訓を積み重ねて、全員の目の前で公開リベンジを果たしたという、敗北アレルギーの異常なエピソードです。負けず嫌いにも程がある。卓球台を買ってまでリベンジするなんて、まさに漫画の主人公みたいな執念ですね。この後のパートでは、彼のルーツであるマデイラ島の卓球文化から、
元世界ランク41位のプロ選手によるロナウドの卓球技術のガチ分析。すると中国の強豪ワイルドビーストことジャン・ケイカとの国境を越えた熱い友情まで、一つ一つのエピソードを極限まで深掘っていきます。サッカーファンも卓球さんも絶対に見逃せない内容ですよ。さて、まずはすべての原点。ロナウドがどのようにして卓球というスポーツに出会い、深く魅了されていったのか、そのルーツを探りましょう。彼が生まれ育ったのは、大西洋に浮かぶポルトガル領の島、マデイラ島です。マデイラ島、ロナウドの故郷として有名ですよね。リゾート地としてのイメージが強いですが、卓球と何か関係があるんですか？実はマデイラ島は、ポルトガル国内においても、非常に競争力のある強力な卓球クラブが複数存在し、伝統的に卓球が極めて盛んな地域なんです。日本で言えば、特定のスポーツの強豪校が密集している県のようなものです。リゾートの島で卓球が盛んだったんですね。はい。その証拠に、後で世界ランキング8位まで上り詰め、ヨーロッパを代表するポルトガル卓球界のエースとなるマルコス・フレイタス選手もマデイラ島の出身です。驚くべきことに、フレイタスはかつて少年時代のロナウドが卓球の魅力に取り憑かれたのと、まさに同じ卓球テーブルでそのキャリアを開始しているんです。世界最高峰のサッカー選手と世界トップ10に入るプロ卓球選手が同じ島の同じ卓球台から生まれている。それはすごい偶然、いや、必然ですね。そう、必然なんです。少年時代のロナウドはストリートでボールを蹴るだけでなく、日常的にこの卓球台に向かい、ピンポン玉が極小のテーブルを往復する超高速の軌道を目で追っていました。自らラケットを握ることで、動体視力や視覚情報を身体の動きに変換する体制感覚的な基礎トレーニングを全く無意識のうちに自然な形で膨大に積み重ねていったんです。なるほど。サッカーの広いピッチを見る前に、まずはあの小さな卓球台で超高速の空間支配力の土台を作っていたわけですね。そして1997年、12歳になったロナウドは、故郷マデイラ島を離れ、ポルトガル本土の名門フットボールクラブ、スポルティンギ・クルーベでポルトガル、通称スポルティング CP のユースアカデミーに入団します。ロナウドがプロとしての第一歩を踏み出したあの有名なクラブですね。はい。彼はアルコシェテアカデミー、現在の名称はアカデミア・クリスティアーノ・ロナウドというトレーニング施設で生活を始めるのですが、そこで彼はフットボールの過酷な練習の傍ら、さらに卓球に深く没頭する日々を送ることになります。サッカーの超名門クラブのアカデミーなのに卓球をやる環境があったんですか？ここが非常に重要なポイントです。スポルティング CP は単なるサッカークラブではなく、1906年の設立当初から多角的なスポーツセクションを要する総合スポーツクラブなんです。中でも1921年に創設された卓球部門は、ポルトガル国内の卓球界を長年にわたって完全に支配し続ける絶対的な名門チームでした。サッカーだけじゃなくて卓球の超名門でもあったんですね。どれくらい強かったんですか？公式の記録を見ると圧倒的です。男子ポルトガル選手権の優勝が42回、男子ポルトガルカップオブ優勝が37回、スーパーカップ優勝が20回、女子部門でも選手権15回、カップ戦16回の優勝を誇っています。優勝回数が異次元すぎます。国内無敵の最強チームじゃないですか。そうなんです。ロナウドはそんな国内屈指のナショナルチーム級のエリート卓球選手たちが日常的にトレーニングを行い、火花を散らしている施設の中で生活していたんです。彼らに混じって12歳のロナウドは一時期フットボールと同じくらいの熱量でフルタイムで卓球のプレーにのめり込んでいました。そんな最強の卓球部門のエリートたちに囲まれて卓球をプレーしていた12歳のロナウドですが、ただのサッカラ少年の息抜きというレベルでは全く収まりませんでした。フルタイムでやっていたということは相当強かったんですか？当時の卓球セクションの監督は、ロナウドが卓球台で見せる卓越した反射神経、空間認識能力、すると何より恐ろしいラケットコントロール能力に完全に惚れ込んでしまったんです。プロの卓球指導者が惚れ込む才能。はい。すると当時のロナウドは、人生の決定的な二者択一を迫られることになります。フットボールのプロを目指してこのまま突き進みか、それともフットボールをやめて卓球のプロの道へと進むかという究極の選択です。冗談じゃなくて本当に本気でサッカーをやめて卓球をやれと言われていたんですか？大真面目です。卓球部門の監督はロナウドを卓球のプロ選手に転向させるべく、何度も本気で執拗なアプローチと説得を繰り返していたという記録が残っています。ロナウドの異常なまでの闘争心と身体能力は、卓球のテーブルの上でも圧倒的な輝きを放っていた証拠です。
もしその時、ロナウドが、よし、卓球で世界一になるって言って、監督の熱烈な引き止めに折れていたら、フットボール界からロナウドが消え、卓球界にクリスティアーノ・ロナウドというスターが誕生していたかもしれないんですね。歴史のイフを想像すると鳥肌が立ちます。結果として彼は世界最高のフットボーラーの道を選びましたが、このエピソードは彼の運動神経が単なる走る蹴るに特化したものではなく、卓球のようなミリ秒単位の精密運動にも完璧に適用できる、究極の汎用的な身体知性を持っていたことを強烈に証明しています。スポルティング CP のユース時代、ロナウドと同じ卓球テーブルでラケットを交わし、切磋琢磨していた一人の重要な人物がいます。それが、後でポルトガル代表としてオリンピックに出場し、世界ランキング41位にまで到達するプロ卓球選手、ジョアン・モンテイロです。本物のオリンピアン、世界ランク41位って、ものすごいトッププロですね。はい。このモンテイロとロナウドの出会い、するとその後の2人の競技生活における選択は、事実は小説よりきなりと言いますか、極めて興味深い運命のいたずらのようなパラレルなコントラストを描いているんです。運命のいたずら、どういうことですか？実は、モンテイロもかつてはスポルティング CP のユースアカデミーでロナウドと共にフットボールのプロを目指してプレーしていたサッカー選手だったんです。モンテイロ選手も最初はサッカーをやっていたんですか？そうなんです。しかし、モンテイロは自身の肝臓に重篤な疾患が見つかり、ドクターストップによって激しいフットボールの継続を断念せざるを得なくなりました。そして、もう一つの得意だったスポーツである卓球の専門選手へと涙を飲んで転向した過去を持っています。病気で夢を諦めて卓球に転向したんですね。一方でロナウドにも同じように病魔が襲いかかりました。彼は15歳の時、頻脈性不整脈、心臓が異常に早く打つ病気と診断され、サッカーを続けるには心臓の手術が必要になりました。しかし彼は手術を乗り越え、フットボールの第一線へと進み、世界最高の選手となりました。サッカーから卓球へ転向したモンテイロと、心臓病を乗り越えてサッカーにしがみついたロナウド。病気という試練に対する選択が、二人を全く違う世界最高の舞台へ導いたんですね。本当に映画みたいな話です。そんなパラレルな軌跡をたどった2人ですが、フットボールをやめて卓球のプロとなったモンテイロは、当時のユース視察で卓球のトレーニング場に頻繁に現れては、プロ選手を相手に卓越した技術を見せていたロナウドの姿を今も鮮明に記憶していると、ガゼッタ・デロ・スポートやタイムズ・オブ・インディアなどの国際メディアのインタビューで語っています。世界トップレベルの卓球選手から見て、ロナウドの卓球の実力は本当にすごかったんですか？モンテイロの専門的な技術分析によれば、若き日のロナウドは単に運動神経に任せて素早く動き回ったり、スマッシュをパコンと叩き込んだりするだけの運動神経が良い素人のレベルをはるかに超越していたそうです。素人のレベルじゃない。具体的に何がすごかったんですか？モンテイロが最も驚愕したのは、卓球において極めて高度で習得が難しい技術の一つであるトップスピン・ループドライブの打球点をロナウドが極めて正確に捉えていたという事実です。トップスピン、下回転のボールを持ち上げて強烈な前進回転をかけるドライブですね。あれってラケットの角度とスイングのタイミングが完璧じゃないとネットに突き刺さるかホームランになっちゃうすごく繊細な技術ですよね。おっしゃる通りです。さらにモンテイロは強敵を相手にしてプレッシャーに直面した際のロナウドの異常なまでの冷静さと強靭なインパルス、神経伝達によって生み出されるラケットのヘッドスピードの異常な速さを絶賛しています。もし彼が専門的なステップを踏んで卓球を継続していれば、間違いなく世界レベルのプロ卓球選手として成功を収めるに十分なポテンシャルであったと、プロの目から見ても太鼓判を押しているんです。世界ランク41位の選手が世界レベルになれたと断言するなんて、ロナウドの運動センスと空間認識能力は競技の枠を完全に超えているんですね。さらに、モンテイロはロナウドの並外れない完璧主義と負けず嫌いの原点を証明する非常に生々しいユース時代のエピソードを明かしています。負けず嫌いのエピソード、どんな内容ですか？ある遠征の試合の前日、練習を終えたユースチームのバスの中で事件は起きました。監督が翌日の試合の先発メンバー、スタメンを発表したのですが、そこにロナウドの名前がなかったんです。ベンチスタートを告げられたわけですね。あのロナウドがベンチスタート、悔しかったでしょうね。悔しいなんてものではありませんでした。先発落ちを知った瞬間、ロナウドは激しい怒りをあらわにし、なんとチームメイトが乗っているバスから一人で降りてしまったんです。バスから降りちゃった。子供といえものすごい反骨心ですね。
モンテイロは当時を振り返り、彼は単なるチームの一員であることに絶対に満足しなかった。常に最高の舞台で自分がベストであることを証明しようとする凄まじい執念をたくらせていた、と語っています。卓球のテーブルでもサッカーのピッチでも、彼は自分が一番でなければ気が済まないという強烈なエゴと完璧主義を持ち合わせており、それが彼を世界一の選手へと押し上げた原動力だったと分析しています。その妥協を許さない狂気的なまで精神力が、卓球の1点、サッカーの1ゴールへの執着を生み出していたんですね。さて、ここからは少し視点を変えて、競技科学、スポーツ科学の観点から、卓球とフットボールのシナジー、相乗効果について深く分析していきましょう。ロナウドが卓球に没頭したことが、彼のサッカーにどのような物理的、神経科学的な恩恵をもたらしたのかというテーマです。待ってました。卓球をやるとサッカーが上手くなるという科学的な証明ですね。まず大前提として、卓球は球速、回転、スピン、コース、バウンド後の変化という多次元の変数が 0.5 秒以下という極限の時間窓で次々と変化するスポーツです。このような常に状況が変化し、相手の動きに合わせて対応を迫られる競技をオープンスキルスポーツと呼びます。卓球はまさにオープンスキルスポーツの極北と言えます。時速100キロ以上のボールがわずか 2.7 メートルの台を 0.1 秒とかで飛んでくるんですもんね。瞬きする暇もありません。この極小空間における意思決定プロセスは驚くべきことに、フットボールにおけるペナルティーエリア内などの密集局面での瞬時のルーズボール処理やゴール前での一瞬の反応に完璧に転移するんです。確かにペナルティーエリアの中って敵も味方も密集していて、こぼれ球に誰よりも早く反応して足を出さなきゃいけないから、卓球の前陣での打ち合いにそっくりですね。はい。卓球のトップ選手の視覚反応時間は150ミリ秒以下と言われています。ラケット面のわずかな角度や相手の重心移動からボールの軌道を打たれる前に早期判定、アンティシペーションする能力が卓球を通じて極限まで鍛え上げられます。これがディフェンダーの足の向きや重心を読み、逆をついて一瞬で抜き去るロナウドの驚異的なドリブル突破の目を育てたのです。視覚や反応速度だけではありません。卓球特有のステップワーク、足さばきと姿勢制御の構造もロナウドのフットボールにおける圧倒的なアジリティ、敏捷性に直結しています。卓球の足の動かし方がサッカーに生きるんですか？卓球ってそんなに走らないイメージがありますが、卓球のステップワークは長距離を走るのではなく、2、3メートルの範囲内で爆発的な移動と急停止を繰り返す運動です。特に重要なのが、卓球独自なヒット&ホップと呼ばれる技術です。ヒット&ホップ？打って跳ねる？はい。卓球では足を交差させずに常に平行に保ち、打球後に即座に小さな両足のホップ、ジャンプを行って、次のボールに備えるニュートラルな準備姿勢に戻ります。常にかかとを少し浮かせた状態を維持するんです。反復横跳びみたいな動きですね。さらに、スイングのフォロースルー、振り抜きを体の重心線を超えないようにコンパクトな範囲に収める重心管理能力が極めて重要になります。体が流れてしまうと次のボールに間に合わないからです。なるほど。体幹をぶれさせずに一瞬で動いてピタッと止まる能力ですね。この急激な減速、ストップから関節のトルク、ねじれを分散させてバランスを維持し、即座に逆方向へのステップを踏むという卓球の動作構造は、フットボールにおけるロナウドのトップスピードからの急停止、そしてディフェンダーの足首を破壊するような鋭い切り返しという驚異的なアジリティのメカニズムにそのまま完全に還元されるんです。さらにマニアックな脳科学の領域に踏み込みましょう。スイスのベルン大学などの最新の EEG 脳波測定研究によって、卓球をプレーすることが脳の神経回路に物理的な変化をもたらすことが実証されています。脳波の研究、卓球をやると頭が良くなるってことですか？まさにスポーツにおける脳のアップグレードです。研究によると、継続的に卓球をプレーする過程で、被験者の前頭葉中央部におけるシータ波4から 7Hz の出力が顕著に増加することが証明されました。シータ波、リラックスしている時とかに出る脳波ですよね。リラックスというより、ここでは極限の集中状態、ゾーンや記憶と学習に関わる脳波です。この前頭葉のシータ波の活性化は、認知的なフォーカスの維持、即座の意思決定、すると動作の連続的なエラー思考監視、コンティニアスエラーモニタリングを司るネットワークがフル稼働していることを示しています。つまり、今のスイングは1ミリずれた、
次は修正するという脳内処理が超高速で行われているんです。なるほど。卓球はミスが即失点につながるから脳が常にエラーを監視して修正し続けているんですね。さらに脳の MRI 画像解析によって卓球プレイヤーの脳内における白質の分水違法性 FA 値が高いことが実証されています。これは簡単に言えば視覚で捉えた刺激を筋肉を動かす運動出力へと変換する脳内の神経ケーブル、配線が極めて太く、伝達のラグ、遅延が全くない状態に最適化されていることを裏付けています。光回線みたいに脳からの指令が爆速で体に伝わるようになっているんですね。ロナウドが自身の著書「心と体をどう磨く」の中でフットボールに重要なことは全て卓球が教えてくれると述べているのは単なる比喩ではありません。目と手すると全身の筋肉をミリ秒単位で完全に強調させる運動やのニューラルプログラミングの成果そのものであり、それがピッチ上での神がかったプレーに直接生かされているという究極の科学的証明なのです。さて、科学的分析から離れて、ロナウドの卓球へのガチすぎる愛情と異常な負けず嫌いを象徴する最も有名な伝説のエピソードを紹介しましょう。時は彼がイングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドに所属していた若手時代に遡ります。エグゼクティブサマリーで言っていたチームメイトに負けて怒ったというエピソードですね。はい。発端の発端はマンチェスターユナイテッドの練習場のリラクゼーションルームに置かれていた卓球台でした。当時、チームの絶対的な中心ディフェンダーであったリオ・ファーディナンドと若き日のロナウドが卓球で対決したんです。リオ・ファーディナンド、イングランド代表の超有名なレジェンド選手ですね。このファーディナンド、体は大きいんですが、実は卓球がものすごくうまかったんです。結果はロナウドの完敗でした。ロナウド負けちゃったんですね。しかも悪いことに、その試合を他の多くのチームメイトたちが見ていたんです。ファーディナンドは勝利を大いに喜び、ロナウドは周囲のチームメイトたちから、おいクリスティアーノ、ボコボコにされてるぞと容赦なく囃し立てられ、大声でからかわれてしまったんです。プロのロッカールームのノリですね。しかし、あのプライドの塊のようなロナウドがみんなの前で負けて笑い物にされるなんて、想像しただけで空気が凍りそうです。当時の状況をポッドキャスト番組で振り返った元同僚のパトリス・エブラによれば、その時のロナウドは信じられないほど激しく動揺し、誰の目から見ても明らかに激しい怒りと屈辱に震えていたそうです。すると屈辱にまみれたロナウドが取った行動は常人の理解を完全に超えるものでした。どうしたんですか？壁を殴ったとか？そんなレベルではありません。練習が終わるや否や、彼は即座に自分のいとこに電話をかけ、今すぐスポーツ用品店に行って練習場にあるのと全く同じ仕様の卓球台を買ってこいと命令したんです。負けて悔しいからってその日のうちに卓球台を買わせたんですか？はい、自宅に巨大な卓球台を運び込ませると、そこから彼は2週間にわたり自宅で誰にも見られないように狂気的なまでの卓球の秘密特訓を積み重ねたんです。寝ても覚めてもリオ・ファーディナンドを倒すことだけを考えてスイングと反射神経を研ぎ澄ませました。サッカーの練習の後に家で卓球のガチ特訓を2週間も、執念が恐ろしすぎます。すると2週間後、十分に技術を仕上げ、自信に満ち溢れたロナウドは、練習場でチームメイトたちが大勢見守る中、再びファーディナンドに再戦を挑みました。ごくり、結果はどうなったんですか？結果はロナウドの圧倒的な圧勝でした。ファーディナンドに全く手も足も出させず、前回からかわれた全員の目の前で、見事な完全なる公開処刑を果たしたんです。すごすぎる。有言実行というか、絶対に負けたままでは終わらないんですね。この狂気的なまでの執念を目の当たりにしたパトリス・エブラは、後に畏敬の念を込めてこう10回しています。あれがクリスティアーノ・ロナウドという男だ。彼がバロンドールやチャンピオンズリーグ、ワールドカップといった最高峰のタイトルをいつまでも飽くなき熱量で求め続ける理由はそこにあるんだ。と、卓球台の上の小さなピンポン玉への執着が彼の人生の全てを物語っていたんです。このロナウドの異常なまでの競争心はリオ・ファーディナンドとの一件だけにとどまりません。彼と私生活を共にしていた同僚たちもその被害というか強烈な洗礼を受けています。私生活でも卓球の勝負を挑まれていたんですか？はい。マンチェスターユナイテッド時代、ポルトガル代表の後輩であるナニとブラジル人のアンデルソンという2人の若手選手がイングランドでの生活に慣れるまでの間、一時的にロナウドの豪邸に同居、居候していた時期がありました。ロナウドの家でルームシェア、豪華ですね。しかしそこはリラックスできる天国ではなく、24時間営業の闘技場でした。
何がスポーツメディアプレイヤーズトリビューンで告発したところによると、ロナウドの自宅にはプール、すると例の卓球台、テニスコートが完備されていました。ロナウドは昼夜を問わず、おい、卓球やろうぜ、テニスだ、水泳で勝負だ、と、あらゆる物事で彼らに果てしない真剣勝負を強制したんです。手加減なし。先輩からの誘いだから断れないし大変ですね。しかもロナウドは彼らが油断している隙をついて勝負を仕掛け、常に自分が正しいこと、自分がより優れていることを証明するために容赦なく叩きのめしました。何はこの過酷な同居生活を振り返り、あの家を出る頃には私たちは敗北に対して極度のアレルギー、オラージックトゥディフィートを持つようになっていたと語っています。敗北アレルギー、負けることがジンマシンが出るほど嫌になる体質に改造されちゃったんですね。ファーディナンド自身も、私たちは毎日練習前に卓球やバスケットで真剣勝負を繰り広げていた。ロナウドは敗者に敗北を忘れさせることなど決してしなかったと語っています。ロナウドが持ち込んだ卓球における超高圧的な競争環境が、マンチェスターユナイテッドというチーム全体のメンタリティを世界最強レベルに研ぎ澄ませていたという歴史的事実なんです。ロナウドの卓球にかける狂気とプレッシャーは、当然ポルトガル代表のベースキャンプにも持ち込まれました。そこで起きた、ある意味で悲劇的、ある意味で爆笑のエピソードを紹介しましょう。またあるんですか？今度は誰がターゲットになったんですか？当時、代表チームのフィットネスコーチを務めていたジョアン・アローゾが442誌で明かした証言です。合宿所のレクリエーションルームで、ロナウド&ファビオ・コエントラン組、対ナニ&ミゲル・ベローゾ組による卓球のダブルスマッチが行われました。チームメイト同士の息抜きのダブルスですね。楽しさ、誰もが単なる息抜きや娯楽だと思っていました。しかし、ロナウドだけは違いました。彼はこの試合をワールドカップの決勝戦かのように捉え、プロの卓球大会さながらの極限の心理戦を展開し始めたんです。またガチになっちゃったんですね。ここで悲劇に巻き込まれたのが、ロナウドとペアを組んでしまったファビオ・コエントランです。コエントランといえば、レアル・マドリードでも活躍した名選手め、チャンピオンズリーグなどの大舞台でも全く緊張を見せない、極めて自由奔放で図太い精神の持ち主として知られていました。メンタル強そうな選手ですね。しかしロナウドはミスを許しません。ダブルスは交互に打つため、パートナーのミスは即失点に直結します。ロナウドはコエントランに対し、完璧なプレーと絶対的な勝利を要求し、彼が少しでも甘い球を打ったりミスをしたりするたびに、背後から凄まじい眼力とオーラで重圧をかけ続けたんです。最後からあのロナウドに睨まれるなんて、想像しただけで胃が痛くなります。ゲームの中盤、その無言の圧力に耐えかねたコエントランは、思わず手を挙げてタイムアウトを要求しました。すると青ざめた顔でコーヒー名をあげたんです。頼む、少し休ませてくれ。信じられないほどのプレッシャーを感じている。フットボールのいかなる大試合でも、チャンピオンズリーグの決勝でも、こんな重圧は感じたことがない。と、大舞台に強いコエントランをメンタルブレイクさせちゃった。爆笑。息抜きの卓球でそこまで追い詰めるなんて狂気ですよ。卓球というミリ秒単位のミスが命取りになる競技だからこそ、ロナウドの腐敗の執念はパートナーをも震え上げらせるほどの狂気として表出する。このエピソードは彼の異常なまでのプロフェッショナリズムを最もコミカルかつ残酷に表していると言えます。ロナウドの卓球愛はチーム内だけにとどまりず、なんと卓球帝国中国が誇る最高峰のレジェンドとの間に国境と競技の壁を越えた熱い友情とシナジーを生み出しています。中国のレジェンド、誰ですか？卓球史上最速でグランドスラム、オリンピック、世界選手権、ワールドカップの完全制覇を達成し、そのプレイスタイルと猛獣のように服を引き裂く闘争心から強氷、ワイルドビーストの異名を取った男、張繼科、ジャンジーカーです。張繼科選手、ものすごくワイルドでかっこよくて、中国でも絶大な人気を誇るスーパースターですよね。ロナウドと関わりがあるんですか？大いに関わりがあります。実は張繼科は非常にフットボールに深い縁を持つ選手なんです。彼の父親は元プロのフットボール選手で、彼自身も幼少期からフットボールの熱英才教育を受けていました。張繼科、ジーカという名前自体が、ブラジルの連接的フットボール選手、ジーコな中国読みから名付けられているんです。張繼科の名前の由来がジーコだったなんて初めて知りました。サッカーの申し子みたいな名前だったんですね。そんな背景のあり、張繼科はクリスティアーノ・ロナウドの熱狂的な大ファンであることを公言していました。すると、運命の交差点は2012年のロンドンオリンピックを直前に控えた時期に訪れます。張繼科はどうしてもロナウドのサイン入りユニフォームが欲しかった。そこで彼は
2012年の世界選手権ドルトムント大会で活躍したスペイン代表の女子卓球選手シェン・エンフェイ、中国出身を仲介役として頼み込みました。スペインリーグであるレアル・マドリードに所属していたロナウドにつてをたどって接触を試みたんです。卓球選手のネットワークを使ってマドリードのロナウドにたどり着いたんですね。でも世界最高のサッカー選手が他の競技の選手からの個人的なお願いに簡単に応じてくれるものなんですか？普通ならマネジメントに弾かれて終わりでしょう。しかしシェン・エンフェイからのこの申し出を受けたロナウドの反応は周囲を驚かせるものでした。彼は驚くべきことに即座にこう答えたんです。もちろんチャーケイカが誰であるかを知っている。彼の激しくアグレッシブなプレーが大好きだ。いつかぜひ彼と卓球で直接対決したいね。と、ロナウド、チャーケイカのことを知ってたんですか？卓球のプロの試合もチェックしてるって言ってたのは本当だったんですね。はい。するとロナウドは快欲ユニフォームにサインし、さらにこんな熱いメッセージを書き添えてプレゼントしました。私の親愛なる兄弟、チャーケイカへ。マイディアブラザーザンジケ。親愛なる兄弟。競技は違えど、頂点を極める者同士、野生的な闘争心に深く共鳴するものがあったんですね。これを受け取って深く感激したチャーケイカは、自身が世界選手権で世界を制した際に着用していた中国代表の血と汗が染み込んだ真っ赤な卓球ユニフォームに、中国語で、私の親愛なる兄弟、シーロナウドと書き添えて、ロナウドへ返礼として送りました。トップアスリート同士の最高にかっこいいユニフォーム交換ですね。当時中国国家隊のヘッドコーチであった劉国梁も、チャーケイカのプレーにはクリスティアーノ・ロナウドのように人々を熱狂させる野生的な力が満ちていると、二人の精神性の共通点を高く評価していました。分野は違えど、彼らは魂の部分で深くつながっていたんです。ロナウドの卓球への情熱を語る上で、やはり避けて通れないのが、彼の宿命のライバルであるリオネル・メッシとの比較です。実はメッシも卓球に関わったことがあるんです。メッシも卓球を？バロンドールを二分する二人が卓球でもライバルだったんですか？メッシは2011年にハーバライフ社の世界的なプロモーション広告の一環としてスペインリーグの卓球クラブファルコンズ・サバデルに所属する女子選手リタンダンと卓球で対決するキャンペーン動画に登場しています。この動画は世界中で話題になりました。メッシが卓球をしている姿、レアですね。しかし、我らが卓球ガチ勢のロナウドはその先を言っていました。メッシのキャンペーンよりも早い2000年にロナウドは、すでに中国の銀行バンコエスピリトサントの CM で、卓球をテーマにした単独コマーシャルに主演していたんです。ロナウドの方が先だったんですね。しかもロナウドの CM は、単にラケットを振るだけでなく、彼の尋常ではない反射神経や、卓球特有のダイナミックなフットワークを前面に押し出した、非常にクオリティの高い卓球愛にあふれた映像でした。メッシの企画がスポンサー主導のエンターテインメントだったのに対し、ロナウドの卓球 CM は彼自身の卓球に対する深い理解とリスペクトが映像の端々からにじみ出ていると多くの卓球ファンから高く評価されたんです。卓球を愛する世界的アイコンとしての地位は間違いなくロナウドの方に軍配が上がります。クリスチアーノ・ロナウドの卓球に対する愛情は単なる個人の趣味や競争心の領域にとどまりません。彼は母国ポルトガルの卓球界全体を精神的に支え、鼓舞する大きな精神的支柱としての役割も果たしているんです。世界最高のスーパースターが応援してくれているなんて、ポルトガルの卓球選手にとってはこれ以上ない励みになりますね。その象徴する出来事が2015年にアゼルバイジャンのバクーで開催された欧州競技大会ヨーロピアンゲームズで起こりました。この大会で第3パートで登場したマルコス・フレイタス、するとジョアン・ジェラルド、ティアゴ・アポロニアを擁するポルトガル卓球男子ナショナルチームは、決勝で強豪フランスを激闘の末に撃破し、歴史的な金メダルを獲得したんです。ヨーロッパの頂点に立ったんですね。素晴らしい快挙です。この快挙の直後、エースのフレイタスは記者団からインタビューを受けました。すると彼は、メダル獲得と同じくらい大きな関心事、あるいは確信として、同郷マデイラ島のスーパースターからのアクションについてこう語りました。今回はまだロナウドから直接の連絡を受け取っていないが、必ず絶対に祝福のメッセージが届くはずだ、と、ロナウドが必ず見てくれているという絶対的な信頼関係があるんですね。はい。ロナウドは2010年の卓球 CM 撮影時にも現役の代表選手たちと親交を深めており、ポルトガル代表選手が国際舞台が輝かしい結果を残すたびに、個人的に SNS や直接の連絡で祝福のメッセージを送り続けているんです。
ジムガラが愛した卓球というスポーツで母国の選手たちが世界と戦っている姿を彼はフットボールと同じくらい熱い眼差しで見守り続けているんですよ。本日の長大なレポートの総括です。卓球という競技の構造的視点からクリスティアーノ・ロナウドという偉大なアスリートを分析したとき、浮かび上がる結論は明確かつ衝撃的です。卓球台という100分の1秒単位の超高速の予測と正確無比な微細運動が求められる競技システムが、ロナウドにとって最高の脳内アジリティプロセッサーとして機能していたということですね。その通りです。ラケットを猛スピードで振り抜き、ボールの回転を瞬時に読み取って正確にミートし、体の軸をぶらさずに即座にコンパクトなニュートラルポジションへと復帰する。この一連の卓球の技術的エッセンスの反復は、ロナウドの肉体にフットボールにおける爆発的なアジリティと高度な空間認知能力をインストールしました。そして何より、リオ・ファーディナンドとの卓球対決で見せたような敗北を絶対に許さない狂気的なまでの完璧主義と逆境における鉄の意志を彼の精神に宿らせる上で、卓球は決定的な役割を果たしたんです。世界最高のサッカー選手の頭脳と肉体のベースに、私たちが愛する卓球が深く関わっていたなんて、卓球というスポーツの奥深さと可能性を改めて思い知らされました。卓球界は、この今世紀最大のアスリートがラケットを握るたびに、卓球の動作システムが持つ大いなる近代教育的価値と、スポーツの限界を超えるシナジーの可能性を再認識するのです。はい、私も次に卓球をするときは、ロナウドのように脳をフル回転させて、絶対に負けない執念でプレーしてみたいと思います。でも味方にプレッシャーをかけすぎてタイムアウトを取らないように気をつけます。ほどほどの競争心でお願いしますね。それでは皆さんの卓球ライフ、するとスポーツへの視点がさらに広く豊かなものになることを願って、次回のテーブルテニスインサイトの動画でまたお会いしましょう。お相手はナビゲーターのケンジとアシスタントのミサキでした。長時間の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。